iTech インターナショナルシニアコンサルタントの出島でございます。MT システムシリーズ解説動画1を始めさせていただきます。本シリーズではまず MT システムのメリットや全体像をご説明した後、その技術的な内容について順次説明を加えてまいります。本動画の内容は以下のようになっております。まず MT システムでできることをご紹介いたします。次に製造現場での MT システムのメリットをご紹介いたします。3番目に最近の応用例をご説明いたします。最初に MT システムの位置づけについて触れます。田口メソッドはパラメータ設計、機能性評価、許容差設計、MT システムの4つの分野からなっております。この中で MT システムは異常検知、診断、予測ができる手法でございます。異常検知、診断、予測というのは耳慣れないと感じる方もお見えになるかもしれませんが、製造現場では普通に行われている業務でございます。まず異常検知についてご説明をいたします。製造設備が何らかの異常を発生して、生産が止まってしまうと、これは非常に大きな問題です。こうしたことを避けるために稼働状態のわずかな変化を捉えて事前に処置を開始する必要があります。こういったオペレーションが異常検知でございます。次に診断でございます。不良品を作って良品に混ざってしまった時に混入した不良品を見つけ出すと、そういった操作が業務が必要になってまいります。これが診断の業務でございます。次に予測でございます。化学製品の工場ではその生産量がですね、例えばその日の環境ですとか材料ロット、それからエネルギーの供給状態、そういったもので非常に大きく左右されます。そうしたデータに基づいて正しく生産量を推定するということは、工場の稼働を安定させるために非常に重要なオペレーションでございます。これが予測でございます。次に製造現場におけるメリットについてご紹介をいたします。今こうした業務は人に頼ってですね、ベテランの技術者の経験知識によって主観的な方法で業務が行われている状況でございます。これには以下の問題がございます。まずその担当の方の状態によってですね、結果が影響を受ける。次にその基準自体がどうしても不明確になってしまう。3番目がそうした業務を担当できる人の育成に時間がかかってしまう。こういった不安定な状況になっております。これを合理的な運営に切り替えているために客観的な方法を導入していく必要があります。MT システムはこうしたニーズに応える手法でございます。MT システムを使うことによってまず人の判断を機械あるいは装置に置き換えることができます。それから人がこれまでできなかったような精密な判断ができるようになります。こうした MT システムの導入の結果、以下のメリットが発生いたします。まず判断そのものが精密化する、さらに安定化するということが一つあります。次に機械化によって長時間の連続稼働が可能となります。3番目として人件費の節約が可能となります。4番目としてこうした判定の技術が自社に蓄積されることによって新製品開発や水平展開といった自社の水準の向上に役に立つと、こういったいくつかのメリットがございます。現在世の中にはこういったですね、診断予測に使う他のシステムもございますけども、実は他のシステムではここに示すような欠点を抱えております。まず計算式そのものが非常に難解であるということが一つ。次に合否の判定はできてもその製品のどこが悪いのか、あるいは装置の設備の何が悪いのかということが非常に分かりにくいといった問題があります。3番目に導入に非常にコストがかかるといったのも今の現状の問題点でございます。MT システムはこれに対してまず非常に計算式が分かりやすいというメリットがございます。次に実
際の NG 判定に対して一体何が悪いのか、あるいはどこが悪いのかということの判断が非常に容易にできるということがございます。さらに導入コストも非常に安価で済むということがございます。最後に3番目として応用例をご説明をいたします。2021年の品質工学研究発表大会の発表事例でございますけれども、各社の新たな適用方法の研究例をいくつかご紹介して、皆様の社内での適用の参考にしていただきたいと思います。まず、プレス加工状態の可視化の事例でございます。これは金型パンチの状態をですね、歪みデータを自動収集して解析することによって見つけてやろう。例えば摩耗の状態ですとか異常な負荷がかかっていないか、そういったことを解析することができます。これによって製品の品質の安定化ですとか、寿命の近づいたパンチの交換時期の特定と、そういったメリットがございます。次に工作機械のテレスコカバーの品質安定の事例が紹介されております。テレスコカバーというのは切削設備についております切り子の内部への飛散を防ぐ伸縮式のカバーでございます。このテレスコカバーの安定動作状態をそのモーターの消費電力を測定することによって判定して設備の稼働に異常がないかどうかというのを自動判定するシステムでございます。こうした装置の実現によって装置の稼働の安定化が図られております。3番目といたしまして自動車部品の不良判定システムで現場で簡単にチューニングできる異常診断装置の開発といったものがございます。製造現場で自動検査装置を導入するときに製造環境の変化によってチューニングをするということがどうしても避けることができません。この事例ではそのチューニングを自動的に行うことによって検査設備の稼働性を大幅に向上し、その結果品質の安定化につなげたと、そういった成果が上がっております。次に研究発表大会の事例ではございませんけども、よく知られている事例をご紹介いたします。JAXA でのロケットの事前点検に MT システムを導入した事例でございます。こうしたロケットの事前点検は膨大なデータを熟練者がですね、その経験を生かして判定していくということがですね、従来のやり方でございました。ここに MT システムを導入することによって検査時間を大幅に短縮することができました。このことによって打ち上げ単価の低減と信頼性の向上と、こういったことを両立させることができました。このような事例から MT システムが実際の製造あるいは検査、そうした現場において非常に有効であるということが分かっていただけると思います。最後に判定システムの例をご紹介いたします。各製造設備にセンサーを取り付けましてデジタルデータを収集いたします。収集したデータを MT システムによって判定用のデータに変換いたします。変換したデータを式位置によって濃合判定をいたします。NG 判定がされた場合には異常の箇所の特定を行います。特定によって原因調査対策を進めることができます。こうして再発防止を図ることによって設備の稼働が安定し品質の安定化、生産効率の向上とこういったことが実現してまいります。こうしたオペレーションを工場内のセンサーの増設、それと安価な PC の使用とこういったことで実現することができます。ぜひこれを参考にして御社でも MT システムの導入を検討していただきたいと思います。これからのデジタル化の進行に伴ってぜひ MT システムにおける効率的な生産の導入ということをお勧めいたします。それではこれで説明を終わらせていただきます。